はい、皆さんお元気ですかということで、本日は、タイトルにもございますように、ご報告動画でございます。私のね、55リターンズチャンネル、見ていただいている方はお分かりかと思いますけども、ヘリテージさんですね。こちらにおられます。はい。ヘリテージさんを手放すことにいたしました。今日が1月29日なんですけども、1週間前にね、バイク王で、査定していただいて、そこから1週間経ってね、バイク王さんの方で引き取っていただくということにしましたんでね、ちょうど1週間、今日が期限ということでね、手放すことにしました。でね、今日はね、ちょっと最後ということなんで、ここね、伊丹空港でございます。伊丹空港、今ちょっとね、飛行機来てないですけど、これちょっと中途半端な時間なんで、今が2時40分、飛行機の離着陸が少ないという時間帯でございまして、あんま飛行機いないですけども、はい、ここでね、僕はよく、バイクをここ持ってきてね、写真を撮らせていただいてました。最後にね、やっぱり記念撮影、一緒にというわけではないんですけども、ヘリテージさんとお別れする日の記念写真ということでね、今さっきまでこれちょっとあっちへ移動してみたり、こっちへ移動してみたりしながら、ちょっと撮ってましたんで、またね、インスタグラムの方にはアップしてると思いますので、またね、その写真は写真で見ていただいたらいいかなというふうに思います。ということでね、とうとうヘリテージさんを手放すことにしました。購入したのが2022年の2月なんで、ちょうどね、丸々3年お世話になりました。前にもお話ししたことはあると思うんですけども、20年前、2003年ですね、もう20年以上前か。2003年に100周年モデルのヘリテージを購入したと。その時に黒のヘリテージね、購入してですね、乗ってたんですけども、ちょっといろいろ事情ありまして、売っちゃったということで、その後、20年経って、2022年ですね。19年ぐらいか、経ちまして、2022年2月に、このヘリテージさん購入いたしました。これもね、もう出会いですよね。バイク屋さんいろいろ行ってヘリテージ欲しいな。やっぱりヘリテージをもう一回乗りたいなと思って探してたら、今お世話になってますけども、寺田モーターズさんの方に、これが、ノーマルの状態ですけどね、ポンって止まってたわけですよ。それでね、もう一目惚れでしたね。もうこれしかないなと。もう探しててもキリないし、乗りたいのが買ってたんで、すぐに購入ということで、買わせていただきました。でこのエンブレムもかっこいいですよね。でね、走行がその時は1400キロやったんですよ。それもちょっと魅力でね、走行が少ない方がいいだろうということで探してたんで、1400キロでピカピカやったんでね、これはいいなということで購入させてもらいました。そしてね、今が何キロか、これ。19,787キロ。はい。なんで、この途中でね、これ2月に買って、その年のもう10月にウルトラさんを購入したということなんで、もう8ヶ月後ぐらいか。同じ年に2台買っちゃったっていうね。ヘリテージさんであちこちツーリングに行っててですね、300キロ走ったり、400キロ走ったり、だんだん距離が伸びていくわけですよ。そしたらね、もうどんどん遠くへ行きたくなってきて、遠くへ行きたくなってきたら、今度ね、やっぱツーリングモデルで遠くに行ってみたいなっていうね、その時は全然そんなん買おうなんて思ってなかったです。もうこのヘリテージさんあったんでね、買おうなんて思ってなかったんですけども、これまたご縁です。ウルトラさんがですね、寺田モータースにですね、止まってたわけですよ。それまだ店頭に並んでない状態。下取りで入ってきたところのウルトラさんがちょうどね、倉庫にあったというね、それを見させてもらって、汚かったんですよ。全然磨きもかかってなかったんで。でもね、もうウルトラさんというかツアラー乗るなら白っていう風にね、自分の中で決まってたんで、その時にウルトラさんを購入させていただいたということでございます。ただもちろん最初からね、2台持ちになることなんか考えてなかったんで、もうある意味衝動買いで2台になっちゃったんですけども、ウルトラさんにね、買ったものの、このウルトラさんを乗りこなせんのかなとか、このウルトラさんこんな重たいバイクをね、乗れんのかなっていうのが、すごい不安がありましたんで、飛び立つね。はい、いってらっしゃい。と
ということでね、このウルトラさんが乗りこなせるかどうかもわからないということで、不安半分、期待半分でウルトラさんを購入してですね、乗ってみて、もし、やっぱり俺には無理だという時のために、まだね、ヘリテージさんはずっと、とりあえず置いとこうと。で、ロングはウルトラさん、近場はヘリテージさんって使い分けようというふうにね、思ってたわけですよ。はい。で、最終的にはどちらかにしようと言いながら、2年と数ヶ月が経ちまして、今に至るということで、ウルトラさんもね、2年ちょっと乗ってみてですね、もうここ1年以上かな、もうほとんどウルトラさんでお出かけしてるという状態で、ヘリテージさんはずっとお留守番っていうね、感じだったんですよ。1年か1年以上経つかな、それぐらいからもうヘリテージさんは、手放そうかなと。乗らないのもかわいそうですからね。手放そうかな、どうしようかなって言ってずっと悩んでたんですよね。で、ようやく重い腰が上がって、たまたまね、寺田モータースさんで買い取りキャンペーンみたいなことをやってるということで、一回査定してもらおうということで査定していただいて、で、それに続いて、バイコーさんでね、先週、査定していただいて、どっちもね、いい値段つけていただいて、いうことで、寺田モーターさんにね、ちょっと買い取りができないということなんで、もうね、バイコーさんの方で、売却しようということに決めました。丸3年。で、ウルトラさんが合流してですね、仲間に加わって、からちょっとね、乗る機会が少なくなって、本当かわいそうやったなというふうに思います。まだね、ヘリテージさんは2万キロ弱、1万9000キロ台ですんで、まだまだね、これから走れるということで、このまま売らへんと思うんで、このまま店頭には並ばないと思うんでね、僕のバイクがどうかは分かりませんけども、このヘリテージさんを次に乗られるオーナーの方、僕もね、ちゃんと寺田モータースさんの方で定期点検とか、オイル交換とか、きっちりやらせてもらってましたので、調子はすごいいいんでね、次にオーナーになれる方は、ぜひ、このヘリテージさんを大切に乗っていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということでもうね、名残は惜しいですけど、もう時間も時間やし、さあ、ヘリテージさん、そしたら、バイク王に行きますか。ね。いや、それにしても、3年間もね、乗ってきたヘリテージさん、お別れするのはなかなか寂しいですね。実はね、あれですよ、ウルトラさんとね、このヘリテージさんはね、1年違いなんですよ。2009年と2010年と、このヘリテージさんは2010年モデル、TC96 のエンジンですね、ツインカムなんですよ。で、ウルトラさんも TC96 ツインカムなんですよ。同じ 1580cc なんですよ。それね、後からウルトラさんを買ったんで、たまたま同じエンジンになっちゃったと。ソフテルとツアラーと。同じエンジンのハーレーを2台持ってるのはいかがなものかというね、これがね、例えばヘリテージがキャブ車、エボとかね、エボのヘリテージとかさ、そういうのを買っていれば、多分手放してないですよね。まず手放してないですよね。最初に買う時もね、キャブと、エボと、ツインカブと、すんごい悩んだんですよ。でもその時はもう20年ぶりやし、あんま知識もなく、やっぱりキャブ車って怖いなっていうね。故障して止まったらもうやっぱり大変やなとか、いろいろそういう風なことが頭をよぎって悩んだ挙句にツインカムにしたんですけどね。これがキャブ車エボとかを探して絶対エボがいいって言ってこだわって買っていれば手放すことはないと思いますけどね。とにかくね、同じエンジンのバイク2台なんですよ。これももうなんていうかな、たまたまやし、何も考えんと買ったっていうのが正直なとこですけどね。ただ欲しいっていうだけで、なんでこれから購入される方、もうやっぱりね、ハーレー見に行くとね、欲しくなるんですよ。もうこれしかないとね、中古車なんか余計そうやけど、やっぱりね、なかなか巡り合わせやったり、縁やったりしますんで、後から後悔してもそのバイクはないですから、新車やったら別にね、あるんですけど、中古っていうのはそういうところがありますからね、慎重に買いましょうって言ってもなかなかできないところもありますけど、やっぱりよく買う前にね、何が欲しいかっていうのを明確にしてですね、僕みたいに同じエンジン2個買うなよみたいな、ほんでね、買った時にすぐヘリテージを売りゃよかったんですけども、ウルトラさんを乗りこなす自信もなく、
結局2台持ちになってずるずるここまで来てしまったとね。まあまあバイク乗りの人なんかみんなこんなもんじゃないですか。まあちょっとお別れは寂しいですけどね。だけどまあまあ自分のバイクの乗るスタイルが決まってきたんで、もう自分の中ではやっぱりいろんな土地へ行きたい、遠かろうがなんだろうがね、まあ言っちゃえば全国制覇したいなっていうのが、なんか夢ではありますけどね、バイク乗れる間に全国回りたい、全県回りたいっていうね、そういうところもあるんですけども、まあ、ウルトラさんの素敵さを味わっちゃうと、もうね、年いってまた体力なくなってきたらね、まあまあわからないですけどもね、サイズダウンをするかもしれないですけども。はい。ということで、なんやかんや言うてる前に近いですね。さすがに伊丹空港からバイク王の伊丹店さんは非常に近いということで。着いちゃいました。はい。ちょっとね、行く前にちょっと喉乾いたんで、飲み物でも飲んでから行きますわ。はい、じゃあ手続きの方に行きたいと思います。はい、じゃあヘルティさん、手続き行ってきますね。いやー、なんかさ、足取りが重いわ。こちら、車検証ですね、お預かりいたします。ではちょっと書類作りますのでお待ちください。はい。これってここでは売らないんですよね。ここで販売はしないですね。そうですね、まあ、ここになる可能性もありますし、まあ、別の店舗かオークションか、そのあれによって。そうですね。一時めっちゃありましたよね、ハーレー。あ、そうですね。減ってるじゃないですか。はい。これはコンセプト感ができまして、ビート&C 京都八幡店ですとか、はい、世田谷の方にも。もうハーレー・ダビッドソン専門店ですので、はい、そういうのができたんですね。そうなんですよ。そこにも、それバイク王さんがやってる。そうです。もうバイク王として。そうなんです。専門ハーレーだけですか。ハーレーだけです。すごいなそれ。そうなんですよ。京都八幡もありますので、まあぜひ見なに来てもらいたい。そっちに行ってるんですかね。割と本来流れていくっていうか。そうですね。そういったのもあります。そう言ってみますと。はい。ありがとうございます。こちらも。もし、全然お振り込みが入ってないよとか、最初の手続きどんな感じとかございましたら、こちらに21から始まるじゃん書いております。こちらをやっていただければすぐわかりますので、はい、こちらお待ちしますね。はい。ということで手続き終了いたしました。はい、ヘリティさんね、とうとうお別れですよ、ヘリティさん。3年間ありがとうございました。なかなかね、思い出深いバイクではございますけども、お別れということで、次はぜひね、素敵な方に、バイクを大事にしてくれる方の手に渡ればいいなと思います。ということで、今回はご報告ということで、ヘリテージさんを売却させていただきました。今後はね、ウルトラさんで、一本で行きます。多分ウルトラさん一本になると思います。また他の買ってたら笑いますけど、多分ウルトラさん一本になると思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたしますということで、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。